2023年10月18日午後3時半です。今日からですね、今日からもう1週間、ウーバーずっとやってても全然仕事入ってこないですから、昼間は内食入れてます。これから出発します。ボン。ネパールの方、お声掛けありがとうございます。昨日の動画からネパール語も入れましたんで、よかったらご覧ください。それから、ちょっと遅れましたけども、ロシアの方、コメントありがとうございます。嬉しいです。で、次いきます。携帯電話ですね、つい先ほど、開発者の方から、携帯電話が古くなったから、感度が弱くなるっていうことはないと思いますよ。コメントいただきました。じゃあ、古い携帯でも大丈夫ですね。フリフリしないで大丈夫です。ただやっぱり古くなると、自動的に、自然にオフラインしちゃうとか、あと、オンライン時間が積算されていかないとか、ありますよね。あれは感度以外のなんかの問題なんでしょうか。自分はやっぱり、ちょっと下手でしたら、買い替えたいなってことなんですけども、もし分かる方おられましたら、教えてください。それから、キャッシュは、削除しますかって、質問いただきました。僕素人ですけども、自分は特に最近は動画毎日作ってますんで、どんどんクリーニングはしてます。毎日クリーニングしてます。だんだん容量が減ってきちゃうと、ちょっと動きが鈍くなったりするからね、どんどん消してます。それからあともう一つ、暇な時間帯、待つ時間帯は何してますか。最近で言うと僕は結構動画作り、まだ慣れてないっていうのもあるし、どんどんやんなきゃいけないっていうのもありますから、家帰ってからこれ編集すると3時間からちょっと凝ったやつ作ると5時間ぐらいになっちゃうんですよね。それ仕事の合間に休憩中にどんどん進めて、で、一番最後もう遅れる状態にしてから一番最後の動画撮って、そこだけちょっと編集して足して、2回ぐらいチェックして送ってます。ですので、暇な時も結構忙しいです。じゃあそれがない時どうするかっていうことですけども、自分の場合は前話したクリックワーカーとか携帯で仕事できるやつありますよね。あれをちょっと入れたりしてます。ただそれね、飽きるんですよ。結構外でやってるとちょっと語りなと思う時ありますから。で、それも飽きた時はニュース読むか、ツイッター誰かの確認するか。で、それも飽きた時は、デュオリンゴってありますから、これは言葉の勉強ですよね。英語もやりまして、中国語は、最後まで終わりました。1回。で、あと今やってるのは、英語と広東語、韓国語やってます。世界の言葉何でもってことないか。ある程度限度はありますけど、何でも勉強できます。ただ日本語から直接勉強できるのは限られてて、少数民族の言葉とかは、英語からでないと勉強できないとかね、説明が英語になってるとか、説明が中国語だけとか、そういうのはありますんで、英語か中国語をある程度勉強しないと、そっちの少数民族の言葉は勉強できません。ただ、結構便利なソフトですんで、ゲームやってるぐらいだったらそっちの方がいいなと思ってやってます。はい、では出発します。なりポイント。一応なりポイント。なるだろうポイントまで移動します。ゴー。髪の毛長くなったんで、ちょっと都会行ってきました。で、その間にちょっと一件になっちゃったんですけど、ちょうど散髪してる時だったんで、すいませんっつってね、キャンセルして、それ以降はなってません。生成 AI ってご存知ですか？3日ぐらい前から僕のパソコンには出てくるようになったんですけど、なんか言葉を入力して調べたいときに、この言葉を生成しますかって出てきて、それをオンにしておくと、自動的にGoogle が、辞書の拡大機能みたいにね、説明する文章を表示してくれるんですよね。それが生成 AI っていうんですけども、実は僕もつい最近までそれ今日もやったんですけど、副業でやってて、僕だけじゃなくて多分日本語を喋れるレイターさん何百人か何千人もいないと思うけど、みんなで協力して作ったと思うんですけども、それが2、3ヶ月前ぐらいまではAI が生成した文章がそんなに上手じゃなくて、なんか入力して出てきた文章を読んでみると全然見当違いのことだったりしたんですけども、つい最近だんだんクオリティがアップしてきて、僕たちもチェックすることがほとんどなくなってきてたんですよね。で、これどうするのかなと思ったら急に3日ぐらい前から出てくるようになりました。あれは便利です。
よね。うん。よかったら使ってください。せっかく作ったんで。僕が責任者じゃないんだけど、使ってください。でもあれが全部パクリなんですよね。他のホームページに載ってることを引用する形で持ってきて、でこっちからも引用する形で持ってきて、でこっちからも引用する形で持ってきて、でなんか勝手に AI が自分で生成したような文章になってるんですけども、全部パクリなんですよ。でこんなパクリいいのかなと思ってたんです。でつい最近ニュースになりまして、著作権の問題でね、でこれやりすぎじゃないかっていうことで、著作権者協会っていうのかな、ちょっと今議題にしたいみたいですね。で日本の法律でいうと著作権法、30条5項ってかなり難しい法律文らしくて、検索してもあんまり出てこないんだけど、その法律によると機械が収集した引用したものは、そのまま表示してもいい、著作権法違反にならないっていうんですよね。でそれを根拠にやってるんだと思うんですけども、本当にねそのままパクリですからいいのかなとは思ってます。で AI が難しいのは同じ言葉で2つの意味があるのは難しいみたい。ちょっと前にやったのはダンパーって皆さんダンパーって聞くとどう思います？車の部品で振動を吸収する長い棒みたいの車の中に入ってて、僕たちユーザーはそんな直接使わないですけど部品です。ショックを吸収する部品で、ダンパーっていうとそれ思い浮かべる人知ってればね思い浮かべる人多いんだけど、でダンパーっていうのは排気するときに非常排気口のね扉をパンって開ける棒があるんですよ。ピョンって伸びる棒、排気の棒もダンパーっていうんですよね。でダンパーって検索するとその排気の棒と車の部品と両方出てきちゃったり、それから一方しか出てこなかったり、なんかばらつきがあってね、そういう同じ言葉で2つの意味のあるものがちょっと AI にとっては難しいらしい。あと福井県の高校を調べたくて福井高校って検索すると普通は福井県の高校だと思うじゃないですか。で大阪行くと大阪府立福井高校ってあるんですよね。でそっちの結果が出てきちゃう呼んできちゃう場合もある。でそれがやっぱり難しいらしい。どこまでを福井県の高校にするかで、大阪に枚方とか茨城に住んでる人は大阪府立福井高校の情報欲しいかもしれませんからね、そっちを今度逆に優先してほしいしということです。1軒目大手町ドロップです。ちょっと疲れてたんで食事とってゆっくり休憩しました。大手町待機です。2軒目終了しました。東篠崎です。通信速度かな、7M になった日に不可思議なぐらいならなくなったんですよ。で今朝の情報によると通信感度は携帯電話が古くなっても関係ないってことでしたから、なんか他の要因か、それともただ単に周りの需要が少なくなったか、昨日まではそう思ってたんですけど、もしかしたら通信速度制限かもしれないなと思って、今ちょっと大森に戻してみました。ちょっとケチって2000ケチってアハモの小森の方にしてたんですけども、速度制限かかってましたから大森に戻してみました。この後どうなるかちょっと数字見てみたいと思います。でこの後ちゃんと今までの計算通りに戻れば、速度制限のせいだってことにはなりますね。通信速度解除後すぐなりました。いきます。3軒目弁天町です。次入ってます。すぐ行きます。4軒目木町です。5軒目弁天町ドロップです。夜9時過ぎです。最後3軒ポンポンポンと立て続けになってで終わりにしました。これは13日の日だったかな、午後から急にならなくなって、で、
通信速度の制限 1M から解除したら急になりだしまして、で今日のオンライン時間に対する、なりの運転時間の比率は 27.5%、私の換算機の比率に戻りました。これは偶然じゃないな。1M の通信制限でやってちゃダメなんですね。私7年目にして初めて気づきました。これは YouTube でずっとデータ取ってたから分かったことですね。今までも Twitter で毎日どこどこ行った地点全部メモしてたんですけども、あれだけじゃ分からなかったです。YouTube 始めて毎日動画を起こして、で過去の動画を見比べて初めて分かりました。通信速度 1M じゃいけません。そこをケチらないで、もてんこ盛りにしてください。皆さん。では、さよなら。また明日です。